今回はハワイの人気観光地であるダイヤモンドヘッドに登って日の出を見てきた動画です。ツアーに申し込まなくても個人で簡単に登れる方法を説明するので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。現在、ダイヤモンドヘッドを登山する場合は事前予約が必須となりました。なので、登山する日が決まったらオンライン予約と入園料の支払いを済ませておきましょう。こちらがその予約サイトです。詳細欄にリンクを貼っておくので、予約時に利用してみてください。はい、まずは一番左のチケットタイプを選びます。こちらですね、チケットタイプと書いてますね。はい、こちらにパーキング&エントリー、エントリーオンリーとあるので、車で行かれる方はパーキング&エントリー、タクシーとかね、歩いて行かれる方はエントリー、登山だけですね、こちら選びます。はい、今度ブッキングデートですね、登山する日が決まっていたら、こちらをクリックして選びます。次の日からね、取ることもできるので、前日ね、明日登りたいと思いついてもすぐね、こうして予約することができます。とりあえず明日予約するっていう風にしておきましょう。そしてここですね、これ人数ですね。カップルで登るときは2人とか、家族で登るときは4人とかね、こちら選んでください。まずは2人を選びます。そして選んだらですね、今度はですね、時間帯をね、選んでいきます。今回はね、日の出を見たいので、この朝6時から7時を選びます。はい。日の出を見たい方はね、必ずこの時間にしてください。6時半にはね、もう日が上がってきたので、6時から7時を選んで、レッツゴーね、選びます。クリック。はい、そしたらですね、こちらにですね、下の方にスクロールしてもらって値段が出てきますね。はい、2人だと、1人5ドルなので、プライスは10ドル。今だと10ドルだと1500円ぐらいですかね。こちら日にちと時間が合ってるのを確認して、これがね、税金ですね。1.27 ドル取られます。なので合計で 11.27 ドルでよかったら、今度また下にね、スクロールしてください。はい。ファーストネーム入れていきます。ローマ字でね、入れていってください。E メールも適当にね、入れときますね。もう一回 E メールですね。はい、カントリーを入れますね。ここは日本をね、選んでください。日本は漢字じゃなくて J で出てくるので J のところを探してジャパンですね。はい、アドレスです。アドレスは自分の住所なんですけども、英語のね、住所の表記になります。で、ここに電話番号を入れていきます。03のはい、これでよかったらコンティニュー。はい、これタイムリミットがね、こうしてあるみたいなのでね、気をつけてください。で、これで住所を確認して OK だったらこちらチェックして Pay の画面ですね。はい、支払い画面に行きます。それではこちらでね、この値段でトータル 11.27 ドルで OK だったら、こちらね、連絡先です。そしてこっちがね、カードの持ち主の名前です。で、カードナンバーとか入れてって、最後にね、カードの登録した住所をこちら側に入れていきます。そして最後、コンティニューしていくと、支払い画面に行って、そして、E メールでね、QR コードが届くので、その QR コードをスクリーンショットか何かしてね、携帯ですぐね、提示できるようにしといてください。はい。じゃあね、手続きはね、こんな感じになります。ね、ほんと簡単ですよね。次はダイヤモンドヘッドの入り口までの交通手段の手配をします。朝一で登る場合はバスがまだ走っていませんので、タクシーを予約していくのがおすすめです。ハワイは Uber タクシーが使えるので、そちらで予約できます。アプリから出発時間を指定して予約すると、早朝でもホテルに迎えに来てくれるので安心です。ワイキキのホテルからだとタクシーで10分ぐらいで到着するので、朝一で登る方は5時半から5時40分頃に予約しても十分間に合います。出発地は現在宿泊しているホテルの住所、到着地は先ほどの届いたメールの QR コードの下に書いてあるアドレス、カパフルホノルル HI96815、この住所を入れるとね、簡単に登録できます。僕の場合は前日にタクシーを予約して、タクシー代とチップ1ドル込みで合計 19.98US ドルでした。登山日当日、時間通りに来てくれたタクシーに乗ってダイヤモンドヘッドに向かいます。はい、今5時51分なんですけども、タクシーで、もう少し先に行く予定だったんですけども、もう全然
車が進まないので、途中で降ろしてもらいました。そしたらですね、一気に車進んだので、結果タクシー乗っといた方が早かったかもしれないですね、これね。はい、今ちょっとトンネル抜けてきましたね。車また渋滞してきました。はい、空はねこんな感じ、まだ暗いですね。真夜中というよりかはね、明け方が近いんだなという感じします。肉眼だとね星が見えます。当初ねレンタル自転車借りてこようとしたんですけども、地元の方にねやめた方がいいと言われました。やっぱ暗いのと、この辺住んでる方が年配者の方が多いみたいで、自転車がねちょっと年配者の方にとって見えにくいので、タクシー使った方がいいよって言われて、急遽ウーバーに変えました。ただこうやって渋滞がね車すごいしてますんで、元気な方はねもう途中からね歩いた方がいいかもしれません。はい、入り口見えてきました。これ QR コードあるのでね。Good morning。はい、今ねこちら QR コード読み込んで OK 出たので、本当ねまだ暗くてね全然わかんないんですけどね、皆さんについていきたいと思います。ダイヤモンドヘッドビジターセンターって書いてますね。はい、こちら通っていきます。ここでトイレしたい方は行っておきます。山頂にはなんかトイレがないみたいなので、ここで済ましておきます。トイレのところに飲料水や水も販売していますので、全く手ぶらで来ても大丈夫です。はい、ちょうど今6時ですね。6時から出発します。はい、結構ね道はねかなり綺麗に舗装されていますので歩きやすいです。で皆さんの格好を見てみると短パンに T シャツの方が多いですね。はい、僕も今回ハワイに来てね短パン買って、妻は T シャツ、僕ポロシャツで歩きやすい靴を履いてきました。全然大丈夫ですね。朝寒いかと思ったんですけど全然寒くないです。逆に朝の7時8時超えてくるとかなり暑くなってくるっていう情報なので、本当に気持ちよくね登りたい方はちょっと早起きしてね朝一から来た方がいいかもしれません。歩き出してしばらくは道路がきれいに舗装されていて、上り坂の勾配もそんなにきつくないのでかなり歩きやすいです。歩いているうちにだんだんと明るくなってきて、周りの景色が徐々に見えるようになってきました。ちょうど今はクレーターの中を歩いているので、周りはすべて山に囲まれています。はい、この辺からですねちょっとねさっきまでコンクリの平らな足場だったんですけども、ちょっと凸凹してきましたね足場が。だからかなりこの辺からはつまずかないように気をつけた方がいいと思います。だいたいね今歩き始めて9分ぐらいの地点ですね。はい、緩やかな上り坂がねずっと続いています。はい、だんだんね周りも少し明るくなってきました。山がねはっきり見えてきましたね。前から走って山を降りてくる人が来ました。もう頂上まで登ってきたんでしょうね。早いですね。前方には座れるスペースがあって、座って休んでいる方もいます。 Good morning. Good morning. Good morning. 6時18分、最初の展望スペースに到着しました。ここは少し広いスペースになっていて、ここでも綺麗な朝日が見れそうです。はい、ここから階段です。日頃の運動不足がたたりますね。はい、ここから洞窟ゾーンですね。この洞窟もライトがあって明るいんですけど、かなり勾配があるので皆さんねはぁはぁ言われてます。はい、朝早いのと昨日サーフィンの疲れといろいろ寝不足もたたって運動不足もたたってかなり
足が疲れています。歩き慣れてる方はね、そんなに苦じゃないと思います。はい、トンネルの出口来ました。トンネルを出たところにも綺麗な景色を見れるスペースがありました。頂上まで間に合わない方はここで朝日を見てもいいかもしれません。はい、ところどころこれ多分こちら側の道は展望台になってますね。行き止まりになってて、景色をね綺麗に見える場所になってます。多くの人がね今ねこうやって景色楽しんでます。3つ目の展望台からはダイヤモンドヘッドのクレーターの形や海岸線、朝日、水平線も綺麗に見ることができるので、ここから朝日を見てもいいでしょうね。もうすぐ朝日が上がってきそうなので、僕たちは頂上に向かいます。また道を戻って階段に行きたいと思います。結構ね登って汗かくんですけど、風があるので涼しいですね。はい、じゃあこの階段登ります。頂上に向かう階段には朝日を待つたくさんの人たちで混雑しています。もうそろそろ朝日が顔を出しそうなので、僕らもこの階段から見ることにしました。6時30分、太陽が昇り始めました。カメラだと逆光で太陽の形が不明瞭ですが、肉眼だと太陽の形がはっきりと見えて、とても美しい日の出を見ることができました。また日が上がってからはダイヤモンドヘッドのクレーターが朝日に照らされた様子もとても素晴らしかったです。朝日をゆっくり見た後は頂上の展望台に登ってみました。かなり混雑していましたが、ここからはワイキキのホテルやビーチもよく見えました。頂上の景色をゆっくり楽しんだら今度は下山します。帰りはとても急勾配な階段を降りていきます。行きは景色の良いなだらかな坂道、帰りは景色の見えない急な階段を使うのがおすすめです。いいですね。帰りは下りなので行きより速いペースで歩いていきます。朝日を見に来た方が多いので、今の時間は山を登ってくる人より降りてくる人の方が多いようですね。ちょうど今時間がね7時4分です。ゲート通過したのが6時なので、ちょうど1時間ちょっと経った感じですね。あと頂上はもうすごい混むので、頂上手前の階段で、朝日見る方がよく見えると思います。で、朝日が昇って皆さん結構頂上から帰られるので、空いたらね頂上行くのがおすすめです。はい、行きはねもうこの辺暗かったんでなかなか見えなかったんですけど、結構クレーターの中に来てるような感じですね。はい、うちの妻もね後ろから来ています。双眼鏡でね野鳥を探しながらねこっち向かってるみたいです。はい、そろそろスタート地点が見えてきましたね。最初にトイレに入った場所が見えてきました。ちょうど今時間がですね7時18分だから歩き出して6時に出発して1時間20分ぐらいですね。はい、結構要所要所朝日が見えるところでゆっくり撮影してたので、実際歩いた距離は1時間ぐらいですかね。こうして要所要所ねベンチあるのでね、ちょっとここで妻待ちたいと思います。はい、あそこでねなんか鳥見つけたみたいですね。はい、この後はですねタクシー呼んで帰ってもいいですし、少し下がればねバス停がある道、市バスがあるので3ドルぐらいで帰れます。行きは帽子とかサングラスいらないんですけど、帰りはねやっぱりねちょっと日差しが強くなってくるのでね、帰りはねサングラスとか帽子あった方がいいかもしれません。はい、服装は短パン T シャツで全然大丈夫ですけども、B さんとかじゃなくてねちゃんと靴を履いていった方がいいと思います。はい、今登山口に降りてきたんですけども、多分ね州兵の軍服を着た方たちがね今訓練を行っているみたいです。富士山のふもとにね
演習場があるみたいに、ここも周辺の訓練場になっているかもしれませんね。今向こうの道からね降りてきました。10分ぐらい下ってきて、で今度ですね、この道ですね、こちらの道をずっと行くと、山沿いにずっと進んでいくとね、海に出れるみたいです。歩いて37分ここからだから、麓から歩くと50分ぐらいかな、50分、1時間ないぐらいでね、多分その海岸の方のお店に行けるみたいです。今まだ朝の8時なので、全然ね風が気持ちいいですし、日差しもねそんなに暑くないです。道もねすごい歩きやすいので、歩いて海岸行くのもいいかもしれません。向こうはね多分ねバス停があるので、今座ってる方はバス待ってるんでしょうね。ワイキキに行きたい方はああいったバス利用するといいんじゃないでしょうか。多分歩いて15分ぐらい下ってくるとああいったバス停がありますし、体力ある方はこうしてねのんびりね歩いて、そしてお腹空かせてね、食事を海岸沿いのレストランでね食事をとるっていうのも一つの手だと思います。はい、前方にですね海が見えてきました。はい、海の方にねレストランあるんですけども、あと20分ぐらいはねちょっと歩かないといけないのかもしれませんが、見てもらって分かる通り、結構ね日陰なんですよ。はい、この時間帯ね、今ちょうど8時なんですけども、なので全然ね暑くないです。時々ね日向になるんですけども、まだ朝が早いので風も吹いているので、そんな大変じゃないですね。はい、で道も下り坂なので上りよりは全然楽ですね。はい、今カピオラニ公園のね中をぶった切って海の方に向かっています。この公園抜けたらね海みたいですね。結構今8時半ぐらいなんですけども、やっぱり公園が近い、また海が近いともあって、結構ウォーキングとかねジョギングしている方にね結構すれ違います。はい、今ね海に到着しました。ちょうどね時間的に8時44分40分ちょっと歩きましたかね。ちょっと下りで日陰だったのでそんな苦じゃないんですけども、歩くのが苦手な方はちょっとしんどいかもしれません。はい、お店がですね多分このお店になると思います。はい、ちょっとこの中でね、いろんな方がおすすめしている料理ね食べていきたいと思います。はい、それでは中に入っていきます。こちらがこのレストランで有名なフィッシュ&チップスです。大きな魚のフライが2つ乗っています。あと本当はガーリックシュリンプというのを頼みたかったんですが、朝はやっていないようなのでホットドッグを注文したらこんなのが来ました。これを2人でいただきます。ポテトはかなり上がっているポテト、想像通りの味でした。魚のフライは白身魚、大きなフィレオフィッシュという感じですね。魚も大きいのでこれだけでお腹がいっぱいになりそうです。次はホットドッグ。パンにただ大きなウインナーが乗ってるだけで、野菜などは全く入っていないシンプルなホットドッグです。自分でケチャップやマスタードを足してきました。味は予想通りのソーセージとパンの味でした。食事の後は綺麗なビーチとバニヤンツリーを見ながら歩いて、最後は JCB カードを持っていたので無料のトロリーバスに乗ってホテルに帰りました。今回ダイヤモンドヘッドに登るために使ったお金は登山料の 11.27US ドル、Uber の 19.98US ドル、合計で 31.25US ドル、日本円だと4822円になりました。ダイヤモンドヘッドの登山ツアーに申し込むと安くても1人 65.55 ドルだったので、1人1万円以上、2人だと2万円以上もかかるので、自分で手配した方がかなり節約できますよね。浮いたお金でハワイの美味しい食事をいただきましょう。このようにダイヤモンドヘッドの登山はすべて個人で簡単に手配できますんで、ダイヤモンドヘッドの朝日を一度は見てみたいという方はよかったらお試しください。ネットでは朝日を見るのには
12月から3月頃が最適と書いていましたが、10月でもしっかり山頂で朝日が見えたので、よかったら参考にしてみてください。ちなみに在住者の方が10月は一番雨が少ないので、ダイヤモンドヘッドのサンライズは特におすすめの時期だと教えてくれました。もし皆さんの知っているもっと魅力的なハワイの観光などあれば、ぜひコメントで教えてください。今回の動画が良かった方は、ぜひいいねボタンもよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。